損得じゃねえ。命をかけてやるんだよ。さて皆さんは何に対してなら命がけになりますか？どんなリスクがあろうとこれだけは譲れない。なぜなら譲ると心が死ぬから。今回のお話はそんな心が死なないための命がけについてです。さてジョン・レノン、彼は命がけで生きてしまいました。肉体は命の代償になってしまいましたが心は生き続けています。あなたにも命がけな何かはあります。私に？そうです。インド占星術ならわかるんです。今回もプロンプトは概要欄からソニックさんのブログに飛んでください。それではジョン・レノン命がけ、あなたは本編のアニメをお楽しみください。その1、違和感。なあマイコくん、なんすか先輩。前回の予告でさ、ジョン・レノンのホロスコープ D3 から何者でもないジョンが世界に噛みつく理由を紐解くって言ってたじゃん。そうっすね。で、実際に AI インド占星術やってみました？その2、世間の認識。やったんだよ。でもさ、なんか違和感があるんだよな。世間じゃジョン・レノンって愛と平和を歌った聖人みたいに言われてるじゃん。そうっすね。でも D3 を見ただけじゃなんでそれが歌なのかギターなのか、あそこまで過激な平和運動だったのかがいまいち見えてこないっすよね。だろ？彼が命を落とすほどの異常な熱量の正体が見えてこないのよ。その3、仮説。そうっすね。それだと先輩が見たいのは綺麗事の思想じゃなくて、彼が何を命がけでやっていたかっていう泥臭い部分っすね。それ殺されても俺はこれを言うっていうあの狂気じみた覚悟の源泉を知りたいんだよな。だったら D3 だけじゃ全然足りないっす。今回はフルセットインド占星術分割図6枚の波状攻撃で行くしかないっすね。フルセットは D1、D3、D7、D9、D10、D30 を用意するっす。おお、これを揃えればいいのか。すいません、遅れました。今回はどんなテーマなんですか？おう、リノちゃん、今日はな、ジョン・レノンが何に命を使ったかだ。それって重い話題ですか？じゃあデータを揃えてきますね。その4、構造。おう、リノちゃん、データ揃った？はい、これで命がけでやったるマインドのランク付けをお願いします。まあ彼は実際にその命を奪われてるからな。 S ランクなんだろうけど、専門家呼んでくるわ。専門家来ました。今回分割図多いけどどうする？メインは D7 の後世に残すものと D30 の命をかけた時支払うリスクなんで、他は簡単に説明っす。 OK、 それで頼むわ。じゃあ前半の4枚 D1、D3、D9、D10 をサクッとまとめてみるっすよ。 D1 は素材、魚座ラグナ乙女座集中、徹底的な観察者、世界をじっと見る人。納得だわ。 D3 は敵、サソリ座ラグナ乙女座火星、思考停止を許さない、常識に噛みつく配置っす。なるほどな。ジョンはお前ら止まらないで考え続けろよってのが噛みつきなのか。 D9 は信念、魚座ラグナ水亀座水星、
これは自由思想。他人に支配されず自分で考える自由。他人も自分も思考停止が許せないってか、なんか大変じゃね？ D 点は戦場。いて座に太陽月。街頭で暴れる活動家じゃないっす。文化を武器に戦うティーチャータイプ。なるほどな。文化、音楽を武器に人々に自分で考えろと噛みつく観察者が骨格が見えてきたな。いかにもって感じっすね。その後、Jyotish Kenkai その1。じゃあ彼が後世に残した D7 はどうなんだ？ D7 は魚座ラグナで、ここがまず芸術家っぽいんですけど、やばいのは6室獅子座っす。ここに太陽、木星、土星が並んでるんすよ。おいおい、意味ある惑星が3つ一気に並んでるじゃん。そうっす。太陽は自己表現、木星は理念、土星は長期保存。これが D7 遺産にあるってことは、彼が残したのは単なるポップソングでなく、人類の長期的な理念、考え方そのものっす。まさにイマジンだな。その通りっす。彼はこれが答えだと言ったんじゃない。国境がなかったらどうするという問いを残した。だから半世紀経っても世界中でジョンの曲が鳴りやまないんすよ。その6、Jyotish Kenkai その2。さあ、そして問題の命の危険を示す D30 だ。先輩、ここマジでやばいっす。サソリ座ラグナで11室乙女座に月、火星、冥王星が固まってます。うわ、業が深いな。これどういう意味？世界の矛盾が全て見えちゃう人っす。麻雀漫画ならここで危険牌を絶対に切らないような一番危ない局面です。でもジョンはやめなかったんだろ？むしろ自ら危険牌を切りに行ったっす。さらに致命的なのが8室双子座の木星、土星。これ自分の思想に対して命のリスクがついて回る配置なんすよ。ぐはー、怖えよ。普通さ、黙っていれば膨大な金と名声に囲まれて安全に一生を終えられたわけじゃん。なんで彼はやめなかったんだ？ D30 が告げている答えは一つっす。見えてしまった嘘や矛盾を見なかったことにできないからっす。見なかったことにできない。彼にとっては命を狙われる恐怖よりも嘘に目をつぶって沈黙する恐怖の方が圧倒的に苦しかったんすよ。なるほどな。だから彼は平和活動家なんて綺麗な器に収まる男じゃないんだ。そうっす。彼はただ人間が自分の頭で考える権利に自分の命を丸ごとかけた男なんすよ。その7、ランク発表。それではジョンの命がけでやったるマインドの最終ランクをお願いします。発表します。文句なしで S ランクっす。まあそうなるよな。勘違いしてほしくないのは、彼が歴史的なスタートして成功したから S なのではないってことです。これを言ったら消されるかもしれないという代償を知りながら最後までステージを降りなかったその覚悟が S ランクなんす。結果じゃなく覚悟の強さか。ジョン・レノン、命がけでやったるマインド、堂々の S ランク確定。 OK ディール。その8、ボクセンソニック流派。ソニックさんの占いを体験したい方は毎週水曜日の日本時間夜10時から別チャンネルのソニックドラゴルゴで占いライブ配信を行っております。興味があればご参加ください。さて今回はジョン・レノンのイマジンという曲ができた時ですね。時オラです。時オラは時について、語るそんなカードでございます。そうですね、イマジンができた時、まずですね、なんか状況的にはこういう状況がつながっていました。記憶の混乱。彼はですね、何かねイマジネーションがこうなんでしょう、記憶が混乱してたんですね。なんか想像してごらんというかもう現実の世界にいなかったんじゃないでしょうか。そういうのがありまして、そしてそのね曲を作っていた時です。これですね、孤独な沈黙。
もう人にね想像してごらん。でも自分はもう想像するしかない、そんな状況だったみたいですよ。でこれですね、過去には何があったのか。じゃあ過去には何があったのか、これがありましたね。これですね、説明の準備。これはですね、何かが切り替わるタイミングがあった。そしてね、孤独な沈黙状態でした。まあでもあれですよ、ワイワイガヤガヤ曲なんか作れませんよ。やっぱ自分と向き合う。ね、でこれで、未来はですね、どこに向かっていたのか。イマジンを出した後はまあね、あんなことになってますけど、世の中はこんな感じですね。共に熟成する。ね、あの楽曲によって世界は熟成したんです。熟成もいいんですけどね、なんかあれですよね、戦争が起こるたびにイギリスなんかだと普通にあれですよ、なんか今回もイギリスではジョン・レノンの「イマジン」はなんか放送できなくなってますみたいな、なんかそんな楽曲ですからね。いきましょう。これがですね、過去に、何が、カルマだったのか。過去のカルマもですね、楽曲にもカルマはあるよ。ダン、心が共鳴する。心が共鳴、記憶は混乱、孤独な沈黙なところでね、未来のカルマどこに向かったのか。ここです。バーンね、これ転換の準備、節目の準備と転換の準備、何かあれですよね、彼にとってイマジンで大きく流れは変わったというところがね、カードに現れてます。イマジンをですね、なんかリリースしたということに関して、時オラベストウェイは何なのかということをですね、なんか探れるカードなんで、ベストウェイいきましょう。ベストウェイ、彼にとってあれですよね、どう扱ったらイマジンという楽曲はベストだったのか。これはカード展開から考えるとですね、まるであれですよ、過去の過去性をもう一度見直すことによってあれですよね、なんか因果の転換を迎える、そういった楽曲みたいな感じですよね。ビートルズ時代とね、ソロの中でね、ソロの代表曲といえばイマジンになるんでしょうけれどもね、彼にとってはまるでそうですね、なんか過去のカルマを思い出し、それと向き合うことでなんか紡いだ、なんかそんな感じで扱うと良かったみたいですよ。ほぼ扱ってるんでね、大丈夫です。とにかく彼にとってはあれですよね、ターニングポイント、人生を変える一曲でしたというカード展開でございました。それでは、アニメの後半をラストスパートをお楽しみください。Somo Q Ending。 いやー、今回もガツンときたな。運命だけじゃなくその代償までホロスコープに刻まれているわけですよ。これがジョン・レノンって結局のところ何者だったんでしょうね。ミュージシャンでも活動家でもない、ただの命がけで真実を言っちゃう人だった。それが結論っす。今回の検証に使った分割図 D1、D3、D7、D9、D10、D30 を AI で調べるためのプロンプトは動画の概要欄に置いておくから、みんなもチェックしてみてくれ。結果が出たらコメント欄にコメントよろしくお願いします。待ってるぜ。ところで先輩、次回のテーマは？次回は伝説のバンドのフロントマンフレディ・マーキュリーってどうよ。いいっすね。私も両親もクイーンの大ファンです。世界一有名なロックスターでありながら、プライベートでは最後の最後まで本当の自分を隠し続けた男。本名、性的指向、エイズといろいろ隠してましたね。だからこそ画面の前の皆様にも問いかけたい。あなたは本当は誰ですかって、それもインド先生術で丸裸にできるよな。もちろんできるっす。よし、じゃあ今回はここまでだ。次回もお楽しみに。See you, ciao, bye 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 bye。タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、ホームページだよ。さあ今回はいつもと違うやり方で表現してみました。そうですね、どうでしょう。とりあえずジョン・レノンを中心にお届けするというところで、残りのシーズン2はこんな感じでいきたいと考えていますが、どうなるかは分かりません。出たとこ勝負です。過去動画もお楽しみください。See you!